皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ムン・ジェイン大統領が国民との対話の番組に出ました。その番組では、忌憚ない意見が出るというような番組の触れ込みだったわけですが、実際には大統領の支持者らによる応援集会といったような雰囲気がありました。そして23日午前0時に終了が迫る GSOMIA の終了問題について、ムン・ジェイン大統領は改めて国民に支持を訴えかけました。その支持を取り付けるための口実として利用されているのが、いわゆる反日政策です。ムン・ジェイン大統領が番組の中で一体どのような発言をしたのか、それでは見ていきましょう。ニュースをどうぞ。ムン・ジェイン大統領、GSOMIA が終了しても日本と安保協力。ムン・ジェイン大統領は19日、南北関係だけを考えると、速度を出すことも走っていくことも可能だが、同盟であるアメリカと歩調を合わせる必要があるという問題もあるとして、第3回米朝首脳会談が開かれれば、必ず成果があるだろうと考えていると話した。ムン・ジェイン大統領はこの日、任期の折り返し点を期して、ソウル MBC 社屋で115分間行われた特番、国民が問う2019国民との対話で、米朝両国が公言したように、年内に実務交渉を経て首脳会談を行おうとする試みと努力があると述べた。ムン大統領は2018年、平壌冬季オリンピックに北朝鮮が参加して以降、3回にわたる南北首脳会談、2回にわたる米朝首脳会談が急激に行われ、近頃行き詰まっているように感じられ、もどかしいかもしれないとし、70年間の対決と敵対関係を対話と外交を通じて平和にすることなので、曲折を経るしかないということを理解していただきたいと話した。ムン・ジェイン大統領は GSOMIA に関して、最後の瞬間まで GSOMIA の終了を避けることができれば、日本と共に努力していくとしつつも、GSOMIA 終了問題は日本がその原因を作ったものと述べた。ムン・ジェイン大統領は、日本の安保にあって、警国は防波堤の役割を果たしている。日本の全体の GDP 比、国防費支出の割合が 1% に及ばず、警国は 2.6% に近いとして、とても多くの費用を使って日本の安保に役立っているが、日本が輸出を統制して、警国を安保上信頼できないという理由を挙げたと指摘した。また、警国を安保上信頼できないとしながら、軍事情報は共有しようというなら、それは矛盾した態度で、警国としては当然の態度を取ったとして、GSOMIA が終了する場合があっても、日本と安保上の協力はしていくだろうと話した。チョグク事態についてムン・ジェイン大統領は、結果的に多くの国民に葛藤を生み出し、怒りを買ったことに対して申し訳なく思い、もう一度お詫びを申し上げるとして、人事問題は誠に困惑している。数回国民の目の高さに合わないという批判を浴びており、とても申し訳ないと述べた。ムン・ジェイン大統領と国民が直接対話を行うという番組だったわけですが、番組の冒頭から集まっている人たちがおそらくは大統領の支持者なのは間違いないなと思える場面がありました。それは番組冒頭、大統領が入場した際に、ほとんどの人が喜んで拍手をしているように見えたからです。ムン・ジェイン大統領の政策に不満を持ち、何か厳しい一言を言ってやろうというような態度がある観客というのは一人もいないように見えました。そういった意味においてこの番組というのは、まさに国民に対するムン・ジェイン大統領のアピールする場となりました。ムン・ジェイン大統領の政策を批判するというよりは、どうにかしてくれませんかというような訴えを聞いて、何とかしますよという回答をする、そのような支持者に対する私は仕事をしていますよというアピールのための番組だったと言えるでしょう。例えば、本来であれば国民が一番怒らなければならない政策といえば、何と言っても経済政策です。中小企業は痛めつけられ、多くの失業者が出ています。若者たちの雇用も失われています。そのために海外への就職フェアなどが好評で、日本に就職しようという若者たちも多くいます。一方で雇用統計は大きく歪められています。高齢者たちは税金を使って大量に、それも何十万人という単位で雇われています。そのために雇用統計上では雇用は改善しているというような数値のごまかしが行われています。この番組の中においては中小企業が最低時給の値上げや
労働時間の短縮といった問題によって痛めつけられているといったことを相談した人もいるのですが、それはあくまでも追求というよりは相談で、これからどうやってこれを改善してくれるのですか大統領というような非常に穏やかな口調で番組は進んでいきました。もちろん大統領は、いや、そういった問題はあるけど、いろいろ手は打っていくから大丈夫だよ、安心してくださいといったような話をして、それを観客がまた、そうだねと頷くような番組にしか私には見えませんでした。そして、今まさに GSOMIA の終了が迫っているという中においても、GSOMIA 問題についての言及も非常にムン・ジェイン大統領らしい自分本位な説明が行われていました。ムン・ジェイン大統領は、日本側がある日突然にホワイト国指定からの除外というものを突きつけており、このような宣戦布告のようなことをしている日本は非常に攻撃的であるというような話をしていました。軍事転用可能な物質が第三国に流れて軍事転用されるかもしれないということを突きつけられて、そのことに関して日本がある日突然そのような要求をしてきたというのです。もちろんそのような事実は全くありません。日本側は何年にもわたってこの問題についてしっかりと調べてください。一体どうなっているんですかという問い合わせをしていました。そのことについてバッサリと事実を隠蔽して、あたかも突然物事が起こったかのようにして日本側が悪いという話をしています。そのような間違った前提をもとにして日本側を非難しています。また、この GSOMIA 問題に関してはムン・ジェイン大統領は様々なおかしなことを言っています。例えば、日本が GDP 比 1% 程度の国防費しかないのに対して、K 国においては 2.6% にも及ぶ国防予算をかけている。このような国防予算をかけて、私たちが防波堤として役に立っているのだというお話をしています。しかし現実は全く違います。K 国は竹島を軍事占領し、そしてそのような政治的な問題について一切解決していません。そして近年においては、レーダー照射事件なども起こしており、明らかに敵対的な行動をとっています。日本とK国との軍事関係というのは、あくまでもアメリカの側にいるから付き合わなければならないなという程度のものに過ぎません。大きな枠組みの中において、北朝鮮と対立する、もしくはその北朝鮮の後ろにいる中国やロシアといったいわゆる共産主義勢力との間に緩衝地帯として意味があるのです。それをあたかも自分たちの国がいるから日本の防衛費は安くなって済んでいるんだというような恩着せがましいことを言っています。そもそもムン・ジェイン大統領の言うこの国防費の大幅な負担というのは自分が作り出しているものです。日本が空母を持ち始めたな、私たちの国も欲しいなというような話をして、軽空母の建造計画に大きな予算をつけたり、もしくは私たちも原子力潜水艦が欲しいなと言い出して、自国生産する潜水艦に大きなお金をかけたりもしています。また、日本が F35 を持ったと同じようにして、私たちも F35 が欲しいというようにして、アメリカから多額の武器購入を進めたりもしています。少なくとも、北朝鮮に対する防波堤であるならば、原子力潜水艦も空母もそして F35 も本当なら不要です。では、ムン・ジェイン大統領が北朝鮮ではなく中国に対する備えをしているのでしょうか？事実は全く違います。ムン・ジェイン大統領はむしろ中国側に寄っているのではないかという疑いが現在強く持たれている状況です。決して中国に対抗するための軍拡というふうには見られていません。このようにムン・ジェイン大統領の言うことは1から10まで非常に嘘やごまかしというものが多く見られました。しかしなぜそのようなことを言うかといえば、それは当然のようにして自分の支持者に対するアピールのためです。GSOMIAの問題に関して言えば、日本を常に悪者にすることによって自分に対する支持を取り付ける。そのためには日本側が説明を求めていたという事実については完全に抹殺して、ある日突然のようにして問題が湧き上がったかのようにして日本側を非難するといったようなことをしています。このように日本が悪いと言い続けることによって国民の支持を固めようというわけです。ムン・ジェイン大統領は国民との対話を通じて実際には自分の主張だけをとうとうと述べたような番組であったように思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。それでは動画を見終わったらいつものように評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。